今回は結構今流行りで、ポルターガイストみたいなの流行ってるじゃないですか。怖い家みたいな。Y プロダクションみたいな。はいはい。三軒茶屋のね。はい。はい。なんか、それちょっと羨ましいなと思ったので、僕もちょっと怖い物件に住んでるので、そういうポルターガイストが出る物件に住んでるので。そうなんですか？そうなんですよ。西成に家を借りたので。ですよね。そちらのお宅って結構そういう現象も起きてるお宅なんですか？その現象とかも含めて話そうかなと思って。へえ、お願いします。借りたのがね、もう1年以上前なんですけど、本当にコロナが終わりになってて、で、ホテル代がめっちゃ上がっちゃって、ちょっとホテル毎回借りてると高いよねって、毎月こう、1週間ぐらいは大阪にいたので、で、なんか丸山ゴンザレスさんと、なんか、一緒に借りようかって。すごい二人ですけどね。はい。僕と丸山さんが同棲したらもうアウトですよね。5チャンネル的にアウトだと思うんですけど。はい。ただ、こう知り合いの不動産屋に頼んで、ちょっと物件探してくださいって言って、こっちがどこって言ったわけじゃないんだけど、なんか、西成がいいだろうと思ったらしくて、西成の物件3件紹介してもらって。不動産屋さん側から。はい、そうですね。ただもう1軒目はね、本当にいい物件で、西成のセンターってあるんですけど、そこからすぐ近くで、1階部分に管理人室があって、で、オートロックで、普通にこう、ちゃんとしたマンションで12畳で4万円っていう。でも安いですね。そう。でもやっぱりそれぐらいらしくって、めっちゃ安いし、ここでいいんじゃないかってなったんですけど、他の2軒も見せてもらおうってことになって。で、もう1軒は同じような感じの値段帯のやつだったんですけど、最後に紹介してもらったのは、もうここはシェアハウスなんで違うかもしれませんけど、でもう本当に側から変なんですよ、もう。変？もちろん古いんですけど、一個の建物じゃないみたいな建物だし、1階部分がなんかハイレストランみたいになってるんですよ。で、ベトナム料理屋さんだったみたいな雰囲気だけあるところで、ガーって開けたら、その米粉が大量に積んであるんですね。米粉？米の粉。あと米の粉が入ってる、こう、セメント袋みたいなのが20個ぐらい置いてあって、これ何ですかって言ったら、ここの、ベトナム料理屋は潰れたけど、隣に新しい店出したから、その米粉を全部そこに置いてるんだ。倉庫代わりにしてるってことですね。そこ代わりにしてて、そこでかき混ぜてるんだって。住人は、基本的に全員ベトナム人ですって言われて。日本人住んだことないですっていう。これちょっと面白いぞって思っちゃって。階段とかが信じられないぐらい急なんですよ。もう本当に、はしごぐらいの急な階段があって。昔の日本の家みたいな。そう。で、あっち側に行くのに一旦登って降りないといけない場所とかもあったりし、何回、今もう1年ぐらい住んでんだけど、未だに構造が分かってなくて、壁には昔の新聞が貼ってあるんですけど、桃井かおりさんが30になった時のインタビューみたいなのがやって、古ーと、何十年前だよ、みたいなのとか、あと、手洗いの場所に般若心経が貼ってあったりとか、おかしなこといっぱいあるんですけど、そういうとこ住んだ方がネタになるかなと思って、こう住み始めたんですけど、霊現象っていうんですかね、なんか水が関係するみたいな霊のやつですけど、寝てたら、壁から、ドバ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 って水が落ちてきましたね。壁？天井じゃなく壁？天井と壁のこの隙間のところから水がザバーって出てきて。もうその尋常じゃない量なんで。で、全部床に抜けてくんですよ。床が畳の上になんかマットが引いてあるようなところなんですけど、部屋にどんどん染み渡って。ですよね。部屋もびちゃびちゃですよね。そう。もう霊現象だと言ってもいられないので、不動産屋に電話したら、じゃあすぐ、管理人に行かせますって言われたんですけど、管理人来たのがもう1時間後ぐらいで、結構もう部屋びしゃびしゃになってるんですけど、なんか2階の、洗濯機が置いてある部屋の排水のところが壊れたらしくて、水が全部僕のところに。全然霊現象じゃないじゃないですか。いや、まあ、霊かなっていう。そのパイプを外したのが霊かなそっち？いや、そんなことね。それぐらいの、オタクだと。そう。はい。あと、ネズミとかがガッチャガチャ言うのは当たり前なんだし、ゴキブリとかそういうのも正直めちゃくちゃ出るんですけど、
そう、一個すごい、これこそ霊現象かなと思うのが、壁のね、向こう側が、みんなの応接室だと思うんですけど、はいはいはい。その壁のね、もうすぐ向こうから、鳩の声が聞こえるんです。いやもう霊現象じゃないでしょ、それ。鳩の霊かなって。いや違う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 、もゼロ距離ですよ。う。ゼロ距離。あ、もうそうか。その壁の中というか、そこに隙間があって、鳩が巣を作ってるんじゃったら、中から聞こえますけども、ゼロ距離。だからどこにいるんだろう、その鳩って思って。だからもうこんな細いところにいるのか、なんか、どこにいるのっていう。でも本当にここにこう壁に耳当てるともう、鳩もこうやってるぐらいの感じの距離感のところにいるんですよ。こう、鳩、くるくるって。もうめっちゃここにいるっていうのがね、毎朝、めっちゃ鳩の音が聞こえてくる。毎朝毎朝聞こえてくる。その鳴き声で起きちゃうぐらいな。そう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 。すごいですね。水浸しだわ。鳩ここにいるわっていう。そうそうそう。はで、この間、でかいシェアハウスなんい。で、ええ。トイレ3つあるんですよ。あ、共同のトイレ共同ですね。のトイレが3つあって、まあお風呂も2個あるんですけど、トイレ3つ全部壊れましたね。一気に全部壊れて、で、溢れてるんですよ、ガボガボガボ。よかったと思って。今回は溢れてこなかっいや、た。トイレから溢れた水は嫌ですよね。こう電話したら、はい、すぐ直しますって言って、1週間後にはって言われて、1週間どうしたらいいですかって言ったら、なんか、ドンキホーテに行ってくださいって言われて、やたらなんか最近、同じ人いっぱい来るな、みたいな。トイレに入ってくるな、っていう。歩いて5分ぐらいのところにでかいドンキホーテがあるんで、でもただね、5時9時やってないですよ。朝の5時から9時までやってないです。朝トイレ行きたいと思ってるけど、結構大変で。寝起きとかトイレ行きたくなりますよ。ね、夜寝てた分のね。で、結構西成ってコンビニとかがトイレ貸してくれないところもあるので、OK なところもあるんですけど、トイレに注射器は流さないでくださいって書いてあるところも多いんですけど、西成のあるあるですね。注射器は。なんかトイレ貸してくれないで、なんかその場所の治安がわかるみたいな話を聞きますもんね。ただまあ西成は、貸さないと暴れるかもしれないから貸すかもしれない。西成ってめちゃくちゃ酒が濃いんですよ。はい。ウーロンハイとか飲むと。で、めちゃくちゃ濃すぎるから、なんでこんな濃くするんですかって言って、薄いと殴られるって言ってました。なるほどね。なるほどね。じゃないですよ、本当に。そういう場所なので、だから本当にトイレめちゃくちゃ苦労して、結局トイレ治らずに、1ヶ月ぐらい経ったんで治ったんですけど、その時の滞在期間はずっとヒヤヒヤして終わるという。ずっともうドンキにお世話になってっていう。ドンキにお世話になって。お風呂はもうそもそもあんまりシェアハウスのは使ってなくて、銭湯がたくさんあるので、銭湯の使ってたんです。それは大丈夫だったんですけど。他の住人の方はなんかクレーム出ないんですか？そう、わかんないんですよね。全員ベトナム人で、管理人もベトナム人なんで、終わったよとかも全部、よくわからない言葉で言われるので、よくわからないんですよね。こっからちょっと怖い話なんですけど、そのベトナムの人も何されてるかわかんないですけど、結構夜中の2時ぐらいに怒鳴り声が聞こえるっていう、電話で指示している声みたいなのが聞こえてくるなっていう、まあ多分霊現象だと思うんですけど。霊現象じゃないです。はい。ダチャーシャーとか言って、バタバタバタって走ってる音が聞こえるのと、あと僕の住んでるところがお薬屋さん通りって言われてて、まあ、丸山さんがうち遊び来た時に出てったら、警察官がこう、組し抱きながら、あ、丸山さんじゃないですかって言われたらしいんですけど。有名人ですからね。はい。なんか、何してるんですかって言ったら、いや、覚醒剤、売ってるんで、って言って、そこでなんか、取り上げたりしてたらしいんですけど、なんか昔からこう、ちょっと西成のど真ん中から少しだけ外れてる場所なんで、覚醒剤を扱う人が多くって、で、こう、最初全然怖くなかったんですよ、そこ住むことって。それで僕がなんか何も知らないから怖くなかったんですけど、あっちで住んでる人とかと知り合いになって話聞いてると、真隣がまあまあ大きな組事務所だって分かったりとか、その隣で5人ぐらい分かったりとか、で覚醒剤売ってるし、みたいなのが分かってくると、ちょっとずつ怖くなってくるという。いやー、だからよく旅行とかでもね、まあ、夜とか、まあ、これは海外でも言えますけど、
ね、ちょっとこう、路地とかは入っちゃダメなんだよとか言うんだけど、いやいやってこう麻痺しちゃってね。だから普通に観光で大丈夫でしょうって思ってやってるんだけど、意外と地元の人の方が、やっぱりもう本当怖い場所だからって言って。で、よく知らない人が、ただラッキーなだけで。それはそうですね。行くたびに住人変わるんですよ。シェアハウスなんで。はい。で、一応僕の部屋は一人で住んでくださいっていう。他の人、基本的に止めちゃダメですよとかいう部屋なんですけど、みんなドア開けっぱなし、クーラーは効くんだけど、ドア開けっぱなしになってたりして、で、家出たら隣の部屋が開けっぱなしになってたから、覗くということもなく、中見たら、きちんとした格好の女の人、出勤しますよっていうきちんとした格好の女の子が6人寝てましたね。餃子並べるみたいに6人テトリスみたいに、もう隙間を埋めてって。なんていう、太陽の。1、2、3、4、5、6ってだから多分待機部屋になってて。なるほど、そういうことか。そうなんですよ。僕昔渋谷のデリバリーヘルスにアルバイトを募集に行ったことがあるんですよ。潜入取材で。だからそこの待機部屋で面接があって、女の子みんな出勤する格好で寝てるんですよ。そのぎゅうぎゅうで、すし詰め状態で。そう。しかもそこがね、会議室だったんで、机が並んでて、机の間にベンチみたいなやつがあって、そこにみんな女の子このまま寝てて、何々ちゃんって言われたらそのままぐーって起き上がって出勤していって、で、向こうでもうみんなに整えて帰ってきて、そのまま靴も履いて、そのままこうやって寝るっていう。だって多分僕の隣の部屋もその出勤部屋になってて。そういうことか。みんなで住んでるわけじゃなくって、そういう部屋ってことですね。そう、多分。だから全く6人住んでるのに全く音聞こえてこないですもん。なるほど。だからね、そういう怪現象もあったりとか、怪現象じゃないんです、今のところ全部。はい。大変だなっていう、すげえ場所だなっていうことしか今聞いてないんですよ。そう、また半年伸ばしちゃったんですけどね、あんまりにも、怪現象が多いので。いや、僕最初ね、僕も東京に今出てきたのが18なんで、96年に出てきたから、28年ぐらい前ですよね。はい。で、当時、情報ないわけです。もう長野からね、来た田舎者からすると。で、お笑い芸人イコール浅草だろうってことで、下町の方の、本当に不動産屋さんにもう無理を聞いてもらって、芸人ってなかなか住めないんですよ。審査がね、厳しいところ。でもなんとかここあるよっていうところにね、借りられたんですよ。はい。で、2階建てのアパートなんですね。で、201と105だけ空いてると。で、やっぱ相方とはね、ネタ合わせしたいんで、同じアパートがいいなと思ってたんで、もうここいいじゃないですか、つって。で、自動的に相方の方が身分が上なんで、相方が2階の201、角部屋ですね。で、僕が105で、で、当時の値段で、4畳半。で、フローリング。で、バスもトイレもキッチンも一応ついてる。でも全部含めて4畳半っていうめちゃめちゃ狭い。ですけど、4万円っていう値段で、借りることができて、入れたんですよね。したら、やっぱり、田舎から来たら、もう、こんな狭い場所で。びっくりしますよね。窓を開けたらもうすぐ壁だし、床のね、家で。日当たりゼロなんですよ。で、僕はソファーベッドが夢があったんで、それぐらいしたらね、それを入れたいっていう。ソファーにもできてベッドもいいじゃないですか。で、ソファーベッドその辺に置いちゃったもんだから、もう人がこの部屋に3人以上来たら常に立食パーティーみたいな。もう座れないみたいな状態だったんですけど、やっぱりこのアパートっていうのが、僕と相方以外やっぱほとんどが海外の方で、で、もっと言うと多分1階はね、もうほぼイランの方だったんですよね。で、その時にですね、日本全国としては良かったんですけど、ちょっとこのアパート的に良くないことが起きました。何かっていうと、日本が初めてサッカーのワールドカップに出場できた時、最後の対決が日本対イランなんですよね。で、勝った方がワールドカップ出場みたいなことがあったんですよ。ありましたね。日本全国みんなで日本を応援してますが、ただ僕のアパートだけはもう完全なアウェーなんですよ。で、試合っていうのが最後の最後に、岡野選手が、野人岡野なんて言われてましたけどもね、最後ゴールデンゴール決めて、見事日本ワールドカップ出場うわーっていう瞬間、僕もね、やっぱガッツポーズもしたいし、声も出したかったんですけど、もうやっぱ横、全部もうね、向こうの方なんで、
ちょっと声出しづらいなと思ったんですけど、ゴール決まった瞬間に両隣の壁、ダン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 って、怖ーっていう。日本でフーリガンに会うみたいなね。多分そこだけですよね。ですよね。で、うわ、怖い怖い怖いと思って、ちょっとなんか息潜めて、で、すぐ出たらなんかもしかしたら外にいたら怖いなーなんて思ったんで、ちょっとこう、1時間、2時間ぐらい様子見て、で、もういいだろう、コンビニ行きたいなーと思って、ガチャって玄関開けて、外出たら、イランの方たちが4、5人でこう立ってるんですよ、こうやって。で、わって目入っちゃったんですよ。で、これ大丈夫かなーと思ったら、おい、みたいな。へいとか言われて。やばい、ちょっと怖い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 。どうしよう、でもすぐ部屋戻ろうか。でもそれもおかしいな話だし、どうしようどうしようと思ったら急に違ってきて、カッカッカッカってきて、コングラチュレーションって言われて。いい人やった。おー、センキューセンキューみたいな。まあね、ちょっとあの時は怖かったんですけど、まあね、ちょっとね、結果いい形でよかったなっていう。めっちゃ怖かった、その瞬間ね。はい。何の話してんですか、俺。いや、日本にいながらにして、異国情緒が味わえたっていうね。はい。まあでもまだね、今そこに住んでるわけですから。まあそうですね。はい。結構、僕んちもなんか、でもね、やっぱり大阪だけだと意外と広いんですよ。なんか東京でいう6畳ぐらいあって、ただ窓はないですね。ないんですね。廊下に向けての窓はあるけど、外界に向けての窓はないんだけど、ただ窓がある部屋もあったんですよ。はいはいはい。ただ、西成に向けての窓なんで、ない方がいいなと思ってない部屋借りたんですよね。なんでですか？だってもう酔っ払いとかが外歩きまくりだから、窓があると何やられるかわかんないなっていう。1階でしたっけ？ 1階なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。そういう、いろいろちょっと安物心でカチャッとした鍵しかないので、結局部屋に荷物置いとけないっていう。自分の家に荷物置いとけないんですか？まあ、服とかは置いてるけど、パソコンとかそういうの置いとけないんで、いつもこう持ち歩かなきゃいけないっていう、家にいながら全然こう落ち着かないという、いや、だいぶ整備ね、されてきたとはね、聞いてましたけど、やっぱりまあそういうディープな部分もまだ残ってるってことなんですね。そうですね、火事も多いので、2階に住むのは危険かなと思って、この間も火事のありましたし。原因って何なんですか？放火なんですけど、結構同じ家主のところからいっぱい火事が出てて、なんかそこで、その家主めっちゃ儲かってるみたいな話は聞きましたけど。なんで自分の建物が燃えちゃったのに儲かるんですか？保険かけてて、みたいな。だからそこでいろいろ見つかっても西成の警察はまああんまり動いてくれないみたいな話は聞きましたけど。